こんにちは。今日は外国語を、話すのが上手になるためには、とにかく話しましょうっていうことについてお話ししようと思います。まあ、今までもね、このチャンネルで、まあ、何回か話してきてるんですよ。その話すのが上手になる方法とかね。読むスピードが速くなる方法みたいな感じで、そういう方法については、まあ、いろいろ話してきたんですけど、今回は、まあ、話す方法ではなくて、その話すのが上手になるために、まあ、大切なポイントですね。そういうことをお話ししていこうと思います。もしリクエストがあったら、そのスキル別でね、まあ、この読むのが上手になる方法とか、書くのが上手になる方法みたいな感じで、まあそういう、ポッドキャストも作ろうかなと思うんですけど、まあ今回は話すっていうスキルの中でも、その上手になるために大切なポイントっていうことをお話ししようと思います。で、まあこのタイトルとか最初にももうお話ししたんですけど、まあ外国語、言語を上手になるための大切なポイントはもう本当にとにかく話すっていうことですね。これ話すスキルだけじゃなくて、聞くとか読むとか書く、まあどのスキルについても、まあ、同じことが言えるんですけど、聞くのが上手になりたかったら、まあ、とにかく聞くしかないんですね。で、書くのが上手になりたかったら、とにかく書くしかないんですね。まあ、質を大事にしてる人とかいますけど、まあ、やっぱり量ですよ。まあ、とにかく話す。この話す量を増やすっていうのが大切なんですね。まあ、この動画が結論、この動画じゃない、これ、とにかく話すっていうのがこの動画の結論なんですけど、まあ、もう少し詳しく話すと、まあ、外国語として日本語を勉強する人と日本人の子供を比べたときに、圧倒的にアウトプットの量が違うんですよ。インプットは、まあ、最近だとイマージョンの方法とかありますよね。そのアニメをとにかく日本語で見るとか、ポッドキャストを日本語で聞くとかね。それでそういうことが今簡単にできますよね。昔だったらなんか CD 買ったり、わかんないですけど、なんか DVD 買ったりして、それを限られた時間、例えば1時間の CD だったら、その1時間の CD を、まあ、繰り返し聞くっていうことをしなきゃいけなかったんですけど、今はね、インターネットがあるおかげで、まあ、もう、本当にたくさんね、日本語のコンテンツがあると思うんですよ。僕のこのポッドキャストを含めて。で、あの、インプットの量だったら、外国語として日本語を勉強してる人と日本人の子供ってそんなに差はないんですけど、話すことについてはめちゃくちゃ大きい差があると思うんですよね。例えば今日本に住んでて、日本で仕事してる外国の人とかいると思いますけど、そういう人が生活の中で日本語を使う量より絶対に日本人の子供の方がアウトプット、話す量が多いと思うんですよね。で、その結果、話すのが上手になるスピードが速いのは、まあもちろん子供ですよね。で、そのレベルは難しいとしても、自分が今できる限り、とにかく話さなきゃいけないんですね。アウトプットを増やして、で、文のパターンに慣れたり、まあ、使ったことない単語を使ってみるとかね。そういうことをできるチャンスを、とにかく増やさなきゃいけないんですね。まあ、さっき日本人の子供の方が、日本で住んでる外国の人より、まあ、絶対にアウトプットが多いっていうことを話したんですけど、その理由の一つに、まあ、子供の時って、まあ、どんだけ小さいこと、どれだけつまらないことでも話してたと思うんですよ。お母さん、お父さんとか、まあ友達にも、まあ何ですかね、その今日、〇〇くんと話して楽しかった。で、別に、まあつまらないというか、その些細なことですけど、子供だったらなんか話しますよね。〇〇くんと話したとか、〇〇ちゃんと話したとか、まあ何ですかね、今日、
バッタ捕まえたとか、今日、ダンゴムシをポケットの中に入れたとかね。もう本当にとにかくつまらないことでも、なんか考えたことをすぐに話すと思うんですよ。で、それが、大人になると、なかなか難しくなっちゃいますよね。大人になるとやっぱり、その小さいことだったら、他の人に話さなくていいかなとか、思っちゃいますよね。何か大きいイベントとかね、自分が感動したこととか、何かびっくりしたこととか、そういうことがあったら、あの、話そうかなって思いますけど、子供みたいに、今日、何かな、おもらししちゃったとか、おもらしちゃったは、大人になるとね、絶対言えないと思いますけど、何ですかね、今日、赤いかっこいい車見たとかね、何でもいいんで、つまらないことでも、とにかく話すっていうのが大切だと思います。で、このつまらないことを話すって、さっき言ったみたいに、大人になると難しいじゃないですか。なんか、あの、話し相手の人に、なんか自分がつまらない人間だと思われたくないなとか思って、その赤い車見たとか、そんなことなかなか言えないと思うんですけど、それでも頑張って、とにかくつまらないことでも、どんだけ些細なことでも話した方がいいんですね。で、つまらないことを話すっていうことをするときに、やっぱり、聞いてくれる人が必要なんですよね。そう、子供の時だったら、お母さん、お父さんいるとかね、近くに友達もいたり、おじいちゃんおばあちゃんもいて、自分が思ったことをとにかく話すってことができるし、それが子供だから許されてるっていう側面も、あると思いますけど、それでも、外国を本気で早く、話すのが上手になりたかったら、このね、つまらないことでも話さなきゃいけないんですけど、それをするために、聞いてくれる人が必要なんですね。で、例えば僕もね、僕学生さんのめちゃくちゃどんだけ些細なことでも、そういうのを聞くのが楽しいなと思いますし、ちょっとハードルが上がりますけど、その彼氏とかね、彼女、パートナー、日本人のパートナーを作るとか、日本人の友達作る、何でも話せる友達作るとか、いろいろ、聞いてくれる人を作る方法があるんですけど、それがね、なかなか難しい人もいるじゃないですか。いろんな理由でね、もう結婚してる人だったら、もう日本人のパートナー作れませんから、そういうことできないんですけど、これ僕の別のエピソードでも話したんですけど、独り言がありますよね。自分でとにかくどれだけつまらないこと、どれだけ些細なことでも自分に話したら、自分で話して自分で聞いてあげるっていう。で、自分だけで完結するんで、そういうのもね、いい方法だと思いますし、今だったらやっぱり、AI を使う人もいると思いますね。その音声、今電話で話したりできる AI もね、日本語で話したりできる AI もあるんで、そういう、何でもいいんですけど、ポイントはとにかく話す。で、そうしないと、このアウトプットの量で、どうやっても日本人の子供に勝てないと思うんですよ。なんで、結局時間がかかっちゃうんですね。うん。なんで、効率的に日本語を話すスキルを上手になりたいって思う人は、とにかくもう話すしかないですね。いろいろそのコツとかね、方法、さっき言ったみたいな独り言みたいな方法もありますけど、とにかく、話しまくるっていうのが、今回の動画で言いたかったことですね。そんな感じで今日は、外国語の勉強、外国語を話すのが上手になるためには、とにかく話しましょうっていうことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。